ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はプルメリアの描き方を2種類紹介したいと思います。作品を描く中でモンステラの葉や可愛い亀の描き方も紹介しています。最後まで見ていただけると嬉しいです。まずプルメリアの花の描き方です。正面から見た花は丸から形を作っていきましょう。花びらが5枚なので丸を5等分します。花びらの先端になる位置を決めておくと描きやすいと思います。その点に向かって先の尖った楕円形を描いていきましょう。花びらが重なるとプルメリアの花びららしくなると思います。5枚の花びらは一方通行の風車のように重なっています。ですから左側なら全部の左側が上になるように花びらの線を消しておきましょう。花びらは内側にカーブしており、花びらの裏が少し見えるように描きます。全部の花びらの左側に翻りのラインを描きました。花びらの根元の部分に薄い黄色やオレンジ色を入れる予定です。斜め上から見た花は楕円形から描いていきます。だいたい5等分のところに花びらの先が来る点を打っておきます。中央より少し下に打った点から円周上の点に向かって花びらを描いていきましょう。先ほどと同じように花びらの左側が上になるようにラインを消していきます。そして花びらの左側に翻りのラインを入れました。横から見た花はイチョウの葉のような扇形を描きます。扇形の要の部分から円周に向かって花びらを描いていきましょう。手前の両端の花びらは半分だけ見えているように描いています。手前に3枚、奥に2枚見えるように描きました。奥の花びらに翻りを入れても良いと思います。プルメリアの葉は成熟すると30センチほどの大きさになるそうです。絵の中でも存在感のある大きさにしました。次に絵の具を使って描き方を紹介します。花びらに使用する色は白、黄色、オレンジ色で、後から影にグレーを使います。筆は桜ネオセブロン彩色中を使いました。筆にたっぷり絵の具を取り、2、3回のストロークで花びらを描いていきます。できるだけ白さを出したかったので、もう一度白の絵の具をのせました。外側から中心に向かって筆の筋目が通るようにストロークをすると綺麗に仕上がると思います。斜めから見た花の花びらも同じようにストロークをしていきましょう。横から見た花は奥の花びらから描いていきます。両サイドの花びらは1回のストロークです。さらに白い色を出したかったので、すべての花びらにストロークを重ねました。翻りを描くためにライナー筆で花びらの左側にこのようなストロークを入れます。画面上では見えにくいかと思いますが、正面から見た花、斜め上から見た花の花びらすべてにこのストロークを入れました。サイドローディングで花びらに色をつけていきましょう。花びら一枚一枚に色をつけていきます。その時、先ほどライナー筆で入れたストロークのところに色がかからないようにします。幅の狭いサイドローディングでオレンジ色を足していきます。
黄色の部分の3分の1から半分ぐらいの幅で色付けしていきましょう。プルメリアのおしべめしべは奥に隠れていて見えません。花を描くときには花びらだけになります。斜め上から見た花の手前の花びらには大きめの翻りのラインを入れました。花の中央の色付けも先ほどと同じです。幅広の黄色と幅の狭いオレンジ色のサイドローディングで色付けをしています。横向きの花では花びらの下の方に色をつけましょう。花びらの裏側にはピンクや赤のラインが入ることがよくあるようですが、ここでは黄色とオレンジで色をつけてみました。丸筆で茎の部分を描きました。葉を描いていきます。画用紙の色が黒なので緑に白を混ぜた色で描きました。葉の外側のラインから中央の葉脈に向かってさっと払うように筆を動かしましょう。筆跡が左右の葉脈を兼ねるような感じです。ライナー筆でも左右の葉脈を描き足しました。ケープコットブルーというグレーのような青で花に影を入れていきます。色が濃くならないように絵の具をよく落としたサイドローディングで影を入れていきましょう。斜めから見た花にも同じように影を入れていきます。横から見た花の奥の花びらには翻りのところに、手前の花びらには花びらの重なりのところに影を入れました。この描き方を基本に絵を描いていこうと思います。ここからは作品の制作過程です。必要に応じて解説も入れています。制作過程をお楽しみください。花は2回重ね塗りをしました。翻りのラインを忘れて後から入れていますが、これでも大丈夫でした。さらに葉を足したくなり、少し薄めの色の葉を描くことにしました。ニスと絵の具を混ぜています。花にかかってしまった絵の具は綿棒ですぐに消せば大丈夫です。
花の間が空きすぎていたので、つぼみで埋めることにしました。黄色と白のダブルローディングで短い S ストロークをつないでいます。さらに緑色で花の間を埋めることにしました。仕上げに歯ブラシでスパッタリングをしました。1枚目の絵の完成です。横に飾ってもいいかなとも思いました。それでは2種類目のプルメリアの描き方を紹介します。プルメリアはとても品種が多く、その中にシンガポールホワイトという品種の花があります。花びらの先端が丸みを帯びており、可愛らしい印象の花です。花びらが後ろに沿っている感じで描いていこうと思います。丸を5等分し、先端が丸い花びらを5枚描いていきましょう。花びらの重なりは中央の方に少しあるくらいです。斜め上から見た花は楕円形から描いていきます。中央の点から円周に向かって丸い花びらを描きましょう。横向きに近くなった花は楕円形の幅を狭くします。中央より下に点を打ち、そこから円周に向かって花びらを描いていきます。手前の花びらは反り返ってこちらに見える部分を描きます。横向きの花は薄い楕円形に向かって下の点から伸びているように花びらを描きましょう。開ききっていない花も描いてみました。幅の狭い扇形に5枚の花びらを描きます。手前に3枚、奥に2枚です。つぼみは細長い楕円形の中に花びらが巻いている線を描きました。この花を描くのにフィルバート筆の10番を使います。筆にたっぷりと白の絵の具を取りましょう。最初はぎゅっと筆を押し付け、最後はひねりながら筆を持ち上げていきます。それを繰り返していきましょう。幅の広い花びらには筆を横に動かしてからストロークをしました。白い色をはっきりさせたかったので2回目のストロークをしました。花の中心に黄色の色をつけていきます。1種類目の花より黄色の幅は狭くしました。横向きの花は奥の花びらだけに色をつけます。オレンジ色はさらに幅の狭いサイドローディングです。横向きの花は先ほどと同じように奥の花びらにだけ色をつけています。花びらの翻りは中央のところだけに少し入れてもいいかもしれません。茎は赤っぽいような緑の部分もあるような感じにしました。花びらの形がはっきりしないところにサイドローディングで影を入れました。この描き方でプルメリアを描いていこうと思います。2枚目の絵は
モンステラの葉の上にプルメリアを描こうと思いました。ですので、まずモンステラの葉の描き方について紹介します。モンステラの葉はハート型をひっくり返したような形を描きます。そして左右に葉脈を描き、それを囲うように切れ目を入れるとモンステラらしい形になると思います。モンステラの葉には穴が開いている場合があるので、今回はそんな葉にしようと思いました。緑色は2色使い、ニスも使用しました。穴のところには水彩用のマスキングインクを使います。自己流の使い方ですが、筆にマスキング液を取り、穴が開いているところに塗りました。しっかり乾いているのを確かめてから葉を描いていきましょう。ニスをつけた後、筆の両端に濃い緑、明るい緑、中央に黄色をつけて色に変化をつけています。横に滑らすように筆を入れ、筆を紙に押し付けて幅広く筆を使い、最後は持ち上げるようなストロークです。絵の具がかすれてしまった場合はストロークを重ねています。葉がつながるように右にも少しカーブさせました。スケッチブックをひっくり返して逆からストロークをしてもいいですね。最後は C ストロークで葉の形をハート型にします。逆サイドも同じようにストロークをしていきましょう。中央の茎は筆を立てて描きました。濃い緑で影を入れます。サイドローディングで主に茎の両サイドに入れました。絵の具が乾いたらマスキング液を剥がしていきます。消しゴムでこすることによって剥がれていきます。穴の開いたモンステラの葉が描けました。2種類目のプルメリアの描き方で花を描いていきます。フィルバート筆にたっぷり絵の具をつけストロークしていきましょう。モンステラの外側にもプルメリアの花を描きたくなったので、南国にありそうな葉を描き足すことにしました。水で薄めた緑色であまり主張しない葉の色にしました。乾いてから花を描きましょう。花の白を濃くしたかったので、すべての花びらにストロークを重ねています。葉脈の色には黄色を使いました。サイドローディングで花芯に色付けです。あまり目立ちませんが、翻りも描きました。モンステラとプルメリアを組み合わせた絵です。横向きに飾ってもいいかもしれません。プルメリアのリクエストをいただき、2種類の花を描いてみました。この花を描く時の参考になれば嬉しいです。プルメリアを調べていると、亀と組み合わせているイラストをよく見かけました。そこで簡単に描ける亀の紹介です。平筆で C ストロークをし、逆側に反転させた C ストロークをし、空いたところは縦に引っ張ります。亀の甲羅は大きい C ストローク、逆側に反転させた C ストローク、真ん中は筆を立てて縦に引っ張ります。手と足は平筆を横に滑らせるように入れ、筆の上側を大きく動かして山ができるように描きました。
手や足を描くときに S ストロークのように筆を動かすと少し変化が出ます。ウミガメのメスの尻尾はほとんど見えないそうです。尻尾を描くとオスということになります。丸筆でも描いてみました。手を上げてるように描くとまた変化が出てきます。100円ショップのギフトバッグに描いてみようと思います。制作過程をお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。